こんにちは、山下夏実です。今回はクローズアウトでも遊べた日のねスキムボードの映像をまとめていきました。サイズがあってもですね、インサイドとかでたまにちょっと遊べる日があるんで、そういう時とかに、狙い方であったりとか、狙い方合わせ方みたいな感じかなについて喋っていこうかなっていうふうに思います。クローズアウトの時はもう前提としてまずスープ波をしっかり狙うっていうのが前提で、例えばそのスープ波の中とかに少しフェイスが張ってくる場所であったりとか、再生波とかでフェイスが出てくれる場所を見つけて乗るっていう感じですね。フェイスが探せるのであればね、こういう感じでちょっと開いてきたところを狙って、これはかなりいいかな。ラップナイスライド。結構ねこういう時はね2枚波が重なる時とかですね、そういう時とかに結構波が分厚くなって再生することが多いので、しっかり波が重なる場所を読んで出ると再生波は取りやすくなるかなっていうふうに思います。タイミングはね少し難しかったりとはするんですけど、その狙い方とかタイミングを知ってるだけでも、全然メイク率がね違うんじゃないかなっていうふうに思います。これとかも結構いい感じかな。ナイスライドだね。少しでもこうやってパワーがある場所を読めるようになると、今みたいにトリック狙えたりとか、ラップにしろライナーにしろ一通り全バリエーションのライディングが狙えるようになるんで、その辺をちょっと気にしながら練習できるといいかなっていうふうに思います。特に平塚の場合は沖ですごい割れちゃってる時とかは意外と手前が残ることが多いので、再生してそういった狙いを探して少しでもね練習できる場所を見つけてねやれるといいかなっていうふうに思います。特に手前が深い時とかなおさらそういう再生波が来やすいんで、クローズアウトの時はこれとかもかなりいいライナーだね。そこを狙っていけるといいかな。もちろん難易度は高くなってしまうんですけどね、その再生波を乗れるようになると、かなりどの波でも乗れるようになるんじゃないかなっていうふうには思います。スープにしろサイズがでかい波であれば。あとは波によっては変わってきますが、再生する距離ですねが遠すぎるとやっぱねちょっと難易度が高くなるんですよね。だから基本はしっかりインサイドで2枚重なって再生してくる系の波を狙いつつ、慣れてきたらちょっとアウトにもチャレンジして、まだ再生してないけど再生しそうだっていう風な読みがあるなら、少しスープのタイミングから出てリッピングと同時に波が再生するぐらいのタイミング、これとかもねそういう読みで出て、ここから再生してフロントサイドナイスライナー、こういう風な狙い方ができるので、少し早めに出てみることも慣れてきたらやっていけるといいかな。こんな感じでまだスープでここから再生してくる狙いみたいな感じの合わせ方。これもスープだねほぼ。ただこれは再生しないかな、どうだろう。さあね再生はしないけど、再生しなかったらしなかったで、シンプルにアウトを取る練習にはなってるので、
これはフロントサイドかな。ワントリックも入れていい感じ。これは難しい。すごい斜めパンプ。よく前出ましたね今のは。これはギリギリ再生してきて悪くないですね。もう少しポジションがドンピシャだったら綺麗にかぶれてた可能性があるかな。このフロントサイドは難しい。これはラップラインいけるかどうか。パワーがない。いいですね、よく前出ましたね。明らかに失速してましたけどね。ナイスリカバリー。さあ安定したサイドウェイからちょうど再生した場所でしたね。もう少し右でもよかったかな。狙いは良かったけど、これはギャップを越えてちょうど波が合わさる場所。いいですね。ナイスライディング。今のもね、もう少し右でも良かったかもしれないですけど、右だと今度パワーがおそらくもらえてなかったので、難しいところですね今のは。さあうまい、ナイスターン。いいですね。かなり今のは綺麗にレールが入ってたラップラインだと思います。さあ少し難しい波2枚重なりますが、よく前出ましたね。2枚重なって完全にちょっと今消えちゃってたけど、そうやっぱねスープがちょっと弱いと2枚重なると難しくなるんですよね。逆にスープが強いと2枚重なった方が再生がちょうどいい具合に来るので、そこの見極めもできるといいな。これは難しい。位置がね読みにくい感じだ。これは再生してくるだろうっていう狙いでいったけどバランスを崩しちゃいましたね。もったいない。テイクオフ、おそらくラップライン。いいですね。いいライディングだったと思います。今回はちょっとクローズアウトして、スープ波であったりとかちょっとやや再生場所を狙っていけるようなね狙い方の説明をちょっとしていきました。意外と多いんじゃないかなっていう風に思うんで、このパターンもややスープメインのクローズアウト気味のスキム、特に大会とかでサイズが上がりすぎた時はね無難に乗るならそういうライディングも必要になるので、ぜひ練習していただいて技術アップしてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。